日本車探しましょう。俺はね Z32 はそんなに気に入ってはないんだけど、これはめっちゃすごいね。このワオ、これはずっとジョージアで買って、その当時の値段はないんだけど、MSRP は$28,000。ワオ、 V6 のエンジンでめっちゃ程度がこんな綺麗な Z32 多分見たことないね。ワオ、ペンキもすごい素晴らしいし、中身も綺麗だし、ワオ、 That's the cleanest one I've ever seen。 板車も見つかりましたね。マツダでこういうもの。これは何って書いてある？面白いね。板車たちが結構人気だね。やっぱりどこいてもアニメとか日本の文化。めっちゃ綺麗な NSX だ。いいフェンダーだね。ルーバーがあって、インテーキのカーボンのダクトもあって、ゴールドフィールでダブルウィングで、エンジンルームもめっちゃ綺麗だね。ハイウェイボディ綺麗だね。緑はめったに見ないよね NSX は。いい音だね。ブレーキライトもいいね。大きいボーイナイス。ここに NSX あるね。ブリンガートレーラーアップカミングのオークションだね。でもめっちゃ綺麗だね。このヘッドランプは確かに2000年2001年ぐらいだったかな。でも俺よく NSX とか何もよくわかんない。これは49,384マイルがある。結構低いね、マイレージが。天気も程度もいいし、いい NSX だね。まだ年式とかだからホンダはそんなにわからないんだけど、 NSX はいい車だよね。普通スーパーカーとか動画撮らないんだけど、この458はめっちゃ綺麗だね。このレーシングシート、白い線があって、カーマットも458、カーボンファイバーのバッジもあって、いや俺たちの458なんかフェラリいいよね。やっぱり458の相変わらず33も結構人気あるね、みんなと。ナイス。右半の Z32 だね。これヨーロッパから来たかな、この車。 BBS のフィールでめっちゃ中身も綺麗だ。オートマーカーあらわ、でもそのダッシュがすごい。今反対側に行かないとダメなんだけど、 BBS の綺麗なフィールで 300Z めっちゃ綺麗だね。これ残念なのはオートマだよね。ワオ、クルーズコントロールもあるし、すごいね。ワオ、12万キロ、ナイスな車だね。これはそこには日本語が書いてあるね。もしかしたら日本から来たかもね。シートがかっこいいね。グレーの革、マニュアル車でいいね。なんか気づいたのはアトランタは NSX と Z32 が人気だね。まあレガマスターのフィールでいい感じに車高が落ちてるね、この NSX。 ワオ、綺麗。中身も最高に綺麗で、エンジンルームもめっちゃ綺麗。でもワオ、この NSX めっちゃいいよ。見てこれ、ちょうどいい感じにホイールが。普通 NSX 俺興奮しないんだけど、これはちょっと今興奮しちゃった。この見た目が最高。いいシビックだね。レイズでショートシフターがあって、俺も最近ちょっとシビックになんかあれホンダ派になってきたかもね。いつかわかんないけど EK、EF、EG どれなんだろう。まだそれも覚えてないんだけど、最近こういうハッチバックのシビックが大好きです。いずれ俺も買いたいですね。簡単に9000、1万回転ぐらいまで回るからね。
VTEC もあるし、綺麗な三菱だね。あ、めっちゃ綺麗。ナイス。全然詳しくないんだけど、どうなってんのこれ。これは昔のなんかサンダーバードかなんかをコンバージョンしたんじゃない？どうなってんのこれ。わお、こんなのは見たことないね。面白い。素晴らしいね。めっちゃ綺麗なトランザムだね。俺はよく詳しくないんだけど、パパのためにこの車撮ってるね。彼なら絶対興奮するから。高速で綺麗だね。ナイスカー。めっちゃ綺麗。オリジナルライセンスプレートもあるし、めっちゃいいね。隣の Z28 もめっちゃ綺麗。やっぱりカマロならこのオレンジだよね。 Z28 ならでマニュアル車だし綺麗だね。アメ車俺昔は結構詳しかったんだけど、もう最近は日本車だけなので、またいつかアメ車にハマりたいね。この MR2 もなんか面白いね。このルーフスクープコンバーチブルなのにルーフスクープもあって、なんかまあ結構ユニークだね。まあユニーク。あれ MR2 ではないの、ロータスなの。ちょっとどうなってんの。これはかっこいいね。これ見たことない。ボルテージの今 12.4、カメラでは見えないんだけど 12.4 って書いてある。いい感じだね。あれでもトヨタだね。トヨタでロータスエンジンかな。かっこいいカマロだね。シャコタンで RS でエンジンルームもめっちゃ綺麗になってて、ワオ、いいホイール。結構シャコタンだね。絶対フェンダーのタープとかしないとダメだし、マニュアル車でめっちゃいい車見つかりましたね。ワオ、綺麗。いずれこういうドゥーリーが欲しいね。でもディーゼルエンジンを入れてこんなドゥーリーはめっちゃかっこいいよ。昔のスクエアボディで、ワオ、ホイールもいいし、ドゥーリータイヤで、ワオ、こういうのいずれ欲しいね。このサイド出しも悪くないね。ナイス。キャブランプもいい感じだね。俺こういうの好き。こういうの大好き。ナイス。STO はめっちゃ車高端で結構いい感じに車高落としてるね。いつもランボルギーニは純正からは結構乗り心地が高いんだけど、これはもうこれはパーフェクトだよ。ワオ。フラカン買うなら STO ですね。中身もめっちゃ綺麗で、でもこの車高が最高。このカーボンのフロントがちょっと怖いんだけどめっちゃ気に入りました。では次に気に入った車を探しましょうね。さっき言った通り NSX が人気ですね、アトランタでは。もうこれ 3,4 台目。まだスカイライン一度も見てないよ。どうなってんの。相変わらずやっぱり LFA はもう入れないぐらい結構人気ですね。エンジンルームは本当は見たことないね。 LFA の V10 のエンジンで綺麗な L エンジンですね。ソーレックスの2つのキャブででっかいラジエーター。ナイス。ここにもまた Z。 これは260かな。でもいい綺麗で、ヘッドライトカバーもあって赤の 240Z でこの緑が素晴らしい。V ローラルとディアスの K ワゴン見つかりましたね。かわいいかわいい。でもこのローラルいいね。板車感じでレースもあってめっちゃ綺麗。これはスズキハイジェットのダンプスターだね。ワオ。これは
お、これ純正だよね。でもワイドボディになってて、わお、面白いね。これはドリフトのプレートで、クイックリリースのハンダルで、おお、すごいね。これはライセンスプレートもいいね。トラック組んでリアディフューザーもいいし、これかっこいいハイジェットだね。いい感じにやった。ドリシャ仕様の S13 のクーペですね。シルビア、わお、めっちゃワイドで、こっちのカロラもワイドでいいマフラー。この黒バタリオンのクルーがかっこいいね。でも 240Z がめっちゃワイドでめっちゃいいね。これは黒で、これ結構気に入りました。いいね。ちょっと中身も見れば、おお、綺麗。ナイス Z で、隣にはこれは何だろう、よくわからないね。これはまあ、これはダットさんの510だね。おお、かっこいいかっこいいかっこいい。エボ8だね。いいブローオフ。隣に Z32 もあって、もっと日本車探しに行こう。もっともっと。世界一綺麗な FC ですね。わお、この中身もめっちゃいいね。ターボではないと思う。ターボではないね。これはターボ2ではないんだけど、程度はもう素晴らしいね。イニシャル D、 マフラー見れば多分全部純正で、これはいい車。気に入ったね。まあ俺は FC 大好きだから気に入るんだけど、これはかっこいいね。おお、結構モードもあるね。俺の車はこれないね。スポートモードとかノーマルスポート。わお、いいね。車庫端されたインフィニティだね。結構オーバーフェンダーみたいなのつけてて、ワークフィールで後ろもワイドでめっちゃビップスタイルでいいね。かっこいいシビックだね。これはフラントバンパーでめっちゃでかいインタークーラーでターボ。これはかっこいいシビック。これは何 EF、EK、EG なんだろう。かっこいい。気に入った。かっこいいワイドな S13 だね。いいね。ワイドでシールもあって、おー、いいテールランプもあって、これはめっちゃ、これは気に入るね。いいシールもあるし、湾岸スピリット、エンジュク、ドリフトミスター。わお、結構いいね。俺こういうの好き。いいね。ショーの中には入ってないんだけど JZX ですね。これはマーク2かな。これはおー、かっこいいね。日本だしいい感じだね。トーラー V5 だよね多分。これはライセンスプレート、そうだね。かっこいいかっこいい。いい感じ。結構いいショーだったね。アメ車が多い中では、日本車何個か見つけて、これから朝ごはん食べに行こうか。まだスカイライン人気だね。人が待ってるね。いいホイールも。Thank you. Thank you. Thank you.
appreciate it。今日の朝ごはんはサニーズベーグルデリでエブリシングベーグルにハム、エッグ、チーズですね。で、オレンジジュースで、スカイラインは見えないんだけど、今日はいい日でこれ食べて、それから車を下ろしに行きましょう。いやー、今日は楽しかったね。で、今高速乗るからちょっと RB サウンド聞きましょう。最高の日だったね。朝ごはんも美味しかった。コーヒーも美味しかった。オレンジジュースも美味しかった。車も良かった。スカイラインもいいね。もう今日は最高。天気もいいし、これからもう一回ブランドンさんのところに車を下ろしに行って、それからお買い物とかあるんだけど、今日は楽しかったね。久しぶりのスカイラインドライブで。皆さんここまで動画見ててくれたらありがとうね。サムズアップとチャンネル登録よろしくお願いします。であとはコントロールドモーターズのブランドンさんもみんなフォローしてね。彼のおかげでスカイラインアトランタでちゃんと走れるし、いい感じにチューニングも全部彼がやってくれてるから、本当にブランドンさんの感謝ですね。だから皆さんちゃんとインスタグラムと全部フォローしてね。ではまた次回まで。